ハイベスティー、花だよ。2026年、明けましておめでとうございます。もう2026年になってしまいました。私はお正月っぽいことは、お餅を食べたり、おせちっぽい料理を食べたりしたんだけど、もうお家の中にお餅がなくなっちゃって全部食べちゃったのね。だからもうお正月っていう気持ちは一切なくて、もう1月からシャキッと頑張ろうみたいな、そういう感じでやってます。どうでしょうかみんな。今回の動画は2026年のトレンド予測ってことで、毎年やってて2024年、2025年のものもあるんだけど、今年もやります。今年来そうなファッションのトレンドとか、私が今気になってるものとか、いろいろ含めて話そうかなと思っております。ぜひぜひ最後まで見てね。最近動画の時はずっとこのメガネかけてる。でもちょっと反射してさ、私の iPad の画面が見えちゃってるんだけど、もう完全に主観って感じだからみんなとちょっと違うかもしれない。で情報源は主に、Instagram、X、TikTok などの SNS です。欧米、ヨーロッパ、韓国あたりが多めです。これは私が好きな洋服の感じがこの国が多かったって感じ。一つ目はフリンジ羽系のもの、すごい静かだけどよく見たら高いものっていう、そういう美学が流行ってたと思うんだけど、キャンドル・ジェンナーとかヘイリー・ビーバーがアイコン的な存在で、ザ・ローっていうちょっと高いブランドがあるんだけど、そんな感じの美学が多かったかなと思ってて、2015年あたりはヒッピースタイルがちょっと流行してたと思うのね。コーチェラっていう大きい音楽フェスに行くときにヒッピースタイルのお洋服をみんな着てたのね。でそれとはちょっと違って、もうちょっと落ち着いた感じだけど、ちょっとカバンにフリンジがついてたりとか、羽のモチーフのピンとか、ちょっとしたディテールにフリンジとか羽系のものが含まれてるようなファッションをよく見ることが多かったから、2026年はもっともっと流行るんじゃないかなって思ってる。2つ目はプレッピーストライプ。これは細め中太の規則的なストライプで、私がすごいよく見たなって思ったのがオーバーサイズのラガーシャツ。これ見たことある？みんな海外のブランドとか韓国のブランドでよくこうやってお洋服見てた時に、オーバーサイズのラガーシャツをすごいよく見たのね。で私も前までは全然見てなかったんだけど、今すごい欲しいなって思ってるアイテムの一つで、色は赤とか黄色とか明るめの原色っぽい色が多かったなって思う。最近はプレッピーなスタイルがよく見るなと思ってる。プレッピー系で言うとタータンチェックもよく見ます。これ私的に一番印象深いのはやっぱり AKB48 の衣装、赤のタータンチェックの衣装がすごい人気だったの。あとはナナっていう漫画にもビビアン・ウェストウッドでタータンチェック柄のものよく出てたなと思うし、私の大好きなディーバの一人で日本の来日も決定しているアーティストのピンク・パンサレスさんがジミー・ファーロンの The Tonight Showっていう番組で、その時のライブのステージが本当にもう最高すぎたから一回見てほしい。私 Perfume も好きなんだけど、同じバイブスを感じました。彼女のアイコン的な柄として最近タータンチェックをよく取り入れてるなっていう印象があった。プレッピー系で続きまして、もう一つナポレオンジャケットをすごくよく見ます。これは結構いろんな方も言及してるアイテムで、コスプレ的なもうガッチガチのナポレオンジャケットではなくて、もうちょっと自然な感じ。色も同系色で、体のラインに沿って肩もねこのガチンってなってなくて、細めのラインのものが流行ってるかなって思う。2025年も結構よく見たんだけど、継続って感じで2026年もどんどんこれ流行るんじゃないかなって思ってる。でそれこそさっき言及した AKB48 の衣装を調べてた時に、まさにナポレオンジャケットを着ていて、AKB の衣装なんか今流行ってるんじゃないかなっていう個人的な解釈あります。ミリタリー系で言うと、あと迷彩柄もよく見るなって思った。迷彩柄のパンツとかすごいちょっとダボっとした感じのストリートっぽいスタイル。次はシアー素材のレイヤード。これはスカートもあるしトップスもある。で私がすごい注目してるブランドで、イタリア発のインティミッシミっていうブランドがあるんだけど、これは渋谷とか新宿とかいろんなところに店舗があるやつで、ランジェリーのブランドなのね。私このお店よく見てたんだけど、なんだろうって思ってて素通りしてたの。だけどなんか最近 TikTok でインティミッシミのカットソー
薄めのものをよく見て気になってて、でこの前お店に行って買ってみたのね。そしたらそのカットソーが最高すぎて、本当にみんなにおすすめしたい。レイヤードすることもできるし、ニットに合わせてちょっと下だけシアー部分のものを見せるとかもできるし、本当にどこでも着れるし、透け感のある感じ、それが個人的に本当に大好き。なんかこんなに薄い生地のものできるんだみたいな。薄すぎて着てる感覚がないぐらいなんだけど、ちゃんとお洋服としても着れるから、あと5着欲しいね。買おうと思ってる。シアー系の派生でいきますと、チュールスカート。一番最高の着こなしをしてるのはやっぱり SATC のキャリーなんだけど、それとは別で最近はパーカーとかトレーナーとかすっごいカジュアルなパジャマみたいなトップスにチュールのスカートを合わせることでちょっとだけアンバランスな感じ、子供がなんかいろいろバランス悪く着ちゃったみたいなちょっとアンバランスな感じがすごい私は好き。お次はアグです。アグはもう何回も私の動画で言及しているものなんだけど、一昨年去年あたりはすっごい短くて厚底のもうウルトラミニのアグが流行ってた印象があるんだけど、最近は長いのをよく見ます。ミレニアム世代でミディアムブーツって大ブームだったし、やっぱり私たちからすると Y2K 感があってすごい可愛いと思うのね。結構厚底のアグ、もうこの短いアンバランスすぎる。個人的にはちょっとトレンディーすぎて、私は初めからあんまり自分のスタイルじゃないなと思ってて、結局あったかいのいいよねってことでアグの長めのやつ、私はちょっとダサい感じのものが好きだから、アグの長いやつってちょっとダサいイメージあるけど、それが逆に好き。一瞬コンバースのロングブーツが流行った時があったんだけど、もうちょっとどっか行っちゃってましたけど、紫とか青とか色付きのものが欲しいなと思って最近はそれチェックしてます。ファッションとは別の方向でいくと、アナログ系のものが帰ってくるとは思っております。私たちはやっぱりデジタル世代でもう何も持たなくてもいいの。スマホ一つでこの中に全てがある。本も読めるし、音楽も聴けるし、ショッピングもできるし、お金も稼げるし、もうこのスマホ一つで全てができる。逆に言うと、このスマホがなくなってしまえば何もない。手元に何も残らないっていうことがあると思ってて、 Z 世代とかそれ以降の世代の子たちは物を所有するっていうところにときめきを覚えるんじゃないかなと思ってて、この前 SNS を見てた時に誰かが何かのドラマのレンタルを1万円分定額サービスで買っていたんだけど、その定額サービスが1ヶ月後になくなるってことなの。1万円分のレンタルされたドラマが見れなくて嘆いてる声を見つけて、こちらはどうすることもできないっていうのがあって、すごいもどかしさを覚えたのね。私たちって何も持ってないんだみたいな。音楽も定額サービスで聴いてるだけで自分でそのものとして手元にあるわけじゃないから、私たちはいろんなサービスに依存してるから、良くも悪くも考えさせられたなって思ってて、そういうのもあってアナログ回帰あるんじゃないかなと思ってます。ちなみに私はギリギリ CD を買ったり TSUTAYA に行って DVD を借りる、そういう世代ではあったのでギリギリアナログを体験してるんだけど、でももうすごいちっちゃかったの。だからもうちょっと自分で何かを買って自分でどっかに行って探す、こういう体験ってもう全てがセットで頭に記憶されるから、それも含めてすごいいいなって思うから、最近だと iPod Shuffle っていう小型のもうこのぐらいちっちゃいクリップ型の iPod をファッションとして着てる方もよく見て、クリップみたいにしたりここら辺にピッて挟んで可愛いなみたいな。私も MP3 プレイヤーを使っていた時代があって、 CD のデータを一旦移してそこから MP プレイヤーってこのちっちゃいのに入れるっていうこの段階がめちゃくちゃめんどくさかったのね。今はさ Spotify 開けばもうシャッフルで好きな曲を流してくれるし、 AI でさ自分の世界を広げてくれる部分があるけど、なんか一つ一つの曲に対する愛は昔よりはちょっとなくなってきてるなと思ってて、一回選別してちっちゃいこのデータの中に収まるように入れるっていうこの段階の時点でもう結構この一つ一つの曲に愛が生まれるというか、この工程めんどくさかったけどよかったなって思うことが増えて、その分なんか思い出深いものになってるんじゃないかなと思ってる。たまごっちも最近流行ってきてるし、シール交換も流行ってるらしいの。私の周りでは一切ないんだけど流行ってるらしいので、アナログ的な体験が2026年はさらに強まるんじゃないかなって個人的には思ってるし、強まってほしい私が注目してる美学はインディースリーズ
でございます。みんな知ってる？これは2005年から2014年頃に流行ったグローバルなパーティーカルチャーを表す美学でございます。2024年にチャーリー XCX のブラッドっていうアルバムが大流行りして、そこから結構エレクトロニックなパーティー系の音楽が、徐々に流行ってきてるんじゃないかなっていう印象あるんだけど、例えば私が最近大好きなザラ・ラーソンの Pretty Ugly っていうミュージックビデオがあるんだけど、そこでも結構こういう美学がよく使われてる印象があって、アメリカンアパレルとかスキニージーンズ、ビリッビリのスキニージーンズとかネオンカラーのもの、ネオンカラーで言うとザラ・ラーソンとかタイラーとかアディソン・レイの近年のポップアーティスト過去ディーバたちの派手で楽観的で遊び心のある大胆な美学がすごく人気だったんじゃないかなって思う。それこそザラのメイクアップアーティストのソフィアさんという方がいるんですけど、彼女のメイクがもう毎回ライブごとにすごい派手で音楽とか美学に合ったメイクをしていて、すごい夢中になったのね。ああいうそのフルグラムみたいな。私はカイリーの2026年のこうぶっとい眉毛で育った時代なので、あれを見てメイク楽しそうだなって思った時代だから、ディーパたちの間で流行ってるのすごい嬉しいなと思って見ていて楽しいなって思ってる。ここ最近はやっぱ2010年から2014年とか一世代前のものを懐かしむ雰囲気は2026年も続いていくんじゃないかなって思う。最近はインスタグラム、ピンタレスト、TikTok とかが出てきて、〇〇コアとか〇〇美学、〇〇エステティックって言って結構ジャンル分けがすごく激しくて細かくジャンル分けされてる印象があるんだけど、当時の人たちって自分をカテゴライズしてないわけじゃん。自分はこういうコアをやりますって思ってるわけじゃないじゃん。自由にやってて、それを今私たちがこういう風にカテゴライズしてるわけなんだけど、日本でも平成を懐かしむことが多いけど、50年後の私たちってどういうジャンル分けされるんだろうっていうのがすごい興味深いなと思った。今私たちノスタルジックなことに夢中になってるわけじゃん。だったら今令和のこの時代の私たちのジャンルって何なのみたいなそれをすごい気になるなと思ってて、みんな的にはどう思う？今の私たちのそれぞれのジャンルって自分で何かってわかる？私は今は一昔前のものに夢中だから、そんな私のジャンルって何なんだろうって思うよね。でももしかしたら一昔前の世代の方たちは90年代80年代のものに夢中だったかもしれないし、って考えたら50年後ぐらいになったら今の私たちにもちゃんとしたジャンルがあるんだろうなって思ってて、50年後がすごい楽しみだなって思った。私の2026年のトレンド予測、好きなものなどなどはこんな感じでしたが、みんなどうだった？好きなものあった？もしくはみんなが気になってたもの入っていたでしょうか？入っていたら絶対趣味合うから話したいなって感じなんだけど、最近は私はこんなものをチェックしております。でも2026年初めだから全然いろんなトレンド変わっていくと思うし、新しいものも出てくるんじゃないかなと思ってて、それもすごい楽しみ。私はトレンドを自分で取り入れるというよりかはチェックして動向を追ったり、これがこうなのねみたいな、その考察するのが好きなタイプだから、もうこれからもいろいろ見ていこうかなと思ってる。今年もファッションの動画いろいろ出しますので、みんなもぜひ見てみてね。ありがとう、見てくれて。2026年一緒に頑張ろう。マジで頑張ろう。まだ始まったばっかだから大丈夫。じゃあまた次の動画で会おうね。見てくれてありがとう。はなでした。バイバイ。なんか落としたの。